さて皆様揃いましたね。ルテイズを殺したのは一体誰なんだ？と言っても、俺はケルベロスにやられていたからな。俺もだ。話についていけるか不安だ。大丈夫です。順を追って説明していきましょう。ルテイズさんが勇者パーティーの誰かによって殺害されました。そして犯人と最初は共犯関係だったと思われるルテイズさんが魔王城の鍵を持っていたことから、犯人は魔王城をあらかじめ攻略していて、我々の魔王城攻略をコントロールしていたのです。そしてその最初の行動は分断作戦です。東館の扉が閉まったことで我々は二手に分かれることになり、魔王を倒さなくては合流すらできない状況になりました。さて、あの扉に勝手に閉まるような仕組みはありませんでした。鍵はルテイズさんがかけたと思われますが、そもそも扉を最初に閉めたのは誰でしょうか。確か疾風魔法で扉を閉めたとか。そうです。誰も扉に触れてはいませんでしたからね。勝手に扉が閉まる罠のように見せかけるには風で閉めるのが一番でした。ところで疾風魔法は？疾風魔法、あれは自分から対象に向かって風を吹かせられるだけだぞ。自分から対象に向かって風を吹かせることができます。そして問題はあの扉の向きです。ただの内開きの扉です。あの扉は内開きでした。内側に開いている扉を風で閉めるためには内側から風を吹かせなければなりません。外から風を当てて内開きの扉を閉めることは不可能です。すなわち外にいた人間には扉を閉めることはできないのです。そしてあの時の状況を思い返してみると、ルテイズさんは外から鍵を閉めました。つまりルテイズさんは施錠を担当しているだけで、外にいた以上内開きの扉を風で閉めることはできません。となるとルテイズさんではない人物、すなわちルテイズさんの共犯者かつこの事件の真犯人が扉を閉めたのです。そしてそれはエクラドさんでもありません。エクラドさんも扉の外にいましたから同じく不可能です。つまり分断作戦の実行ができないエクラドさんは犯人ではありません。さて、その後西館を攻略した我々は魔物と戦い、最後には魔王をも倒しました。そしてその魔王戦の後に催眠魔法がかけられ、眠っている間に事件は起こりました。その催眠魔法をかけたのは誰なのか。それはルテイズさんです。鍵を自分で飲み込んでいることから殺害された時には意識があったわけですから。その意識があった一人が催眠魔法で眠らされた我々を起こさない理由は、催眠魔法をかけた張本人だからです。それに魔王が近づいてくる様子はありませんでしたから、魔王では発動距離が足りません。ついでに言うと、東館西館から玉座の間に入る扉は音が大きいので、あの時部屋の外から侵入者があったということも考えられません。ルテイズさんはおそらく私とエクラドさんを眠らせた後で犯人と合流する予定だったのでしょう。そしてそこで何らかの裏切りがあり、犯人に殺されたのです。聖水は魔族には扱えないので、魔王 FF が犯人ということはありません。そしてエクラドさんでは最初の分断作戦が実行できない。つまり犯人はギゼアノスさんかソナリペさんのどちらかです。しかし我々はそう、二人ともケルベロスに殺されています。しかしケルベロスに死体を荒らされているため死亡推定時刻は不明でした。逆に言えばお二人のうち一人がケルベロスと遭遇した際に生き残り、そしてその後こっそりと行動し、そしてさらにその後にわざとケルベロスに殺されるということが可能です。そうして自分は死んでいたというアリバイをケルベロスを利用することで作れるのです。しかし魔王が倒されたら魔物も消滅するはずだ。そうです。だからこれができるのは魔王が生きている間のみです。しかしルテイズさんの殺害は魔王戦の後です。これはどういうことか。単純に考えれば魔王がまだギリギリ生きていたということが考えられます。あの水蒸気と湯気で我々は魔王が死ぬ瞬間を見ていませんからね。
その間に魔王が遺言のようなことを言いながら隠し部屋に逃げ込んで死んだように見せかけたかもしれません。そしてその後に魔王が生き絶えるまでのタイムラグの間に犯人が事件を起こし、その後にケルベロスに殺された。さらにその後になって魔王が本当に生き絶えた。魔王が死んだタイミングを我々が誤認しているので、ケルベロスに殺されたことが強力なアリバイとなる。まあ一応筋は通りますね。しかしちょっとこれは考えにくいことです。なんといっても魔王の行動があまりにも犯人にとって都合が良すぎますからね。それもあったので、最初は正直ルテイズさんの共犯者は魔王ではないかとすら思いましたからね。まあ聖水が使われている以上それはありえないのですが、ではこの犯人にとって都合が良すぎる魔王というのは一体何なのか。それを考えてみるといくつもの不審な点に気づきます。犯人は事前に魔王城を訪れているはずなのに、そのことに気づいた素振りを見せない魔王。盗まれた魔封じの聖水と、なぜか魔法が効かなかった魔王。あれほど強大だったのに、突然わざとらしく弱った魔王。魔王の炎上魔法とルテイズさんの流水魔法という、敵対するはずの2人がなぜか協力して作った水蒸気の煙幕。そしてそれによる魔王のわざとらしい死んだふり。それらの犯人にとってあまりにも都合の良すぎる魔王の行動と、まるで初めからそれを前提にしたかのような犯人の計画。魔王が本物だったとしたら、どれもありえない話です。つまり、あの時の魔王は本物ではなかった。では誰だったのか。もちろん犯人です。なんだって。一体どういうことだ。話についていけねえ。大丈夫です。最初から順を追って説明しましょう。犯人はあらかじめ魔王城を攻略し、魔王を隠し部屋に拘束する。次に、我々の魔王城攻略の際、東館で分断作戦を実行。東館でケルベロスに殺されたと我々に思わせ、実際には我々より先に玉座の間に行く。そして玉座の間で魔王を演じて我々と戦う。適当にある程度戦ったらやられたふりをする。この際、炎上魔法を使い、ルテイズさんの流水魔法と合わせて湯気で煙幕を作る。そして隠し部屋に入ることで姿を消し、湯気の中で魔王が消滅したように見せかける。次に、ルテイズさんが催眠魔法で私とエクラゾさんを眠らせ、犯人はここでルテイズさんと合流する。ここまではおそらくルテイズさんも承知している計画だったのでしょうが、ここからが違った。犯人はルテイズさんを殺害し、魔封じの聖水をまぶす。そして隠し部屋の魔王は、おそらく氷結魔法を使った次元トリックで殺害したのでしょう。魔王を凍りつかせ、その氷の上の部分を削り、そこに魔封じの聖水を溜めた。そしてその氷が溶けるまでの間に犯人は東館に行き、ケルベロスに殺されておく。その後になって魔王の氷が溶け、聖水が魔王に降りかかり、魔王は生き絶える。そして目覚めた私とエクラドさんはルテイズさんの死体を発見し、自分たちが魔王を倒したと誤認しているので、東館で犯人がケルベロスに殺されたのはそれよりも前だと思い込む。そして事件の後に東館の2人は蘇生され、ケルベロスに殺されていたという強力なアリバイを手にする。これが犯人の殺人計画の全貌です。魔王を拘束して犯人が魔王を演じた。バカな。魔王はあんなに強かったんだぞ。なぜ魔王は強かったのかを思い出してみてください。そりゃ、俺たちの魔封じの聖水がなくなってて。そして、魔王に魔法が効かなかったから。そう。どちらも魔封じの聖水で説明がつきます。犯人はローブに魔封じの聖水を染み込ませ、魔法を無効化するローブを作った。これを着ていれば、年老いた魔王の魔法は全く恐れる必要がない。だから魔王を拘束できる。そしてさらにそのローブを使えば、魔法が効かないという魔王の強大さを演じることもたやすい。嘘にまみれた魔王との戦いは、すべてアリバイ作りのために行われたのです。そしてそれが可能なのは、
魔法剣士のソナルペさんです。トリックのいくつかの部分で魔法が使われ、あの偽の魔王も魔法を使ってきましたからね。俺が魔法剣士だからか。ギゼアノスだって脳筋のふりして実は魔法が使えるかもしれない。まあ、実は魔法が使えるのを生涯にわたって隠蔽していたという可能性もなくはありませんね。しかし、ギゼアノスさんがあの魔王を演じたということはありえません。ほう、一体どこが無理だったというんだ。最後の証拠は、エクラドさんの魔人斬りです。必殺魔人斬り。聞かぬわ。バカな。魔人斬りすら効かないのか。魔王には魔人斬りが効きませんでした。ローブが切れていることから、ローブの下に着ていたものが魔人斬りを防いだのです。あらゆる金属を両断する魔人斬りを唯一防げるのは、ミスリルまで使われてるのか。俺の魔人斬りでも無理だな。あらゆる金属ですら両断する魔人斬りもミスリルにだけは弾かれてしまうんでしたっけね。そう、ミスリルです。そしてギゼアノスさんの鎧は、ところで、本当にその鎧でいいの？ああ、心配はいらねえ。ああ、ギゼアノスさんの鎧は鋼鉄製でしたっけね。ただの鋼鉄製なので魔人斬りを防ぐことはできません。そしてソナリペさんの鎧は、ソナルペみたいにミスリル製の鎧を装備すればいいのに。あ、俺は魔法剣士だからね。鎧はミスリル製さ。ミスリル製でしたね。あの時魔王が魔人斬りを防いだ以上、ローブの下に着ていたのはミスリル製の鎧でなくてはなりません。つまり、あの時魔王を演じられるのはソナルペさんだけです。それは。さあ、これで終わりです。犯人は魔王を演じ、魔王が倒される場面を演出したことで、魔王が殺されたタイミングを誤認させた。それによって、ケルベロスに殺されていたというアリバイを確保したのです。ルテイズさんの共犯者である犯人が、あの時風で扉を閉めるためには内側から風を吹かせる必要がある。それができたお二人のうち、魔人斬りを防ぐことができたのは、ミスリル製の鎧を装備している人物だけです。つまり、ソナルペさん、犯人はあなたです。魔封じの聖水がある以上、魔王を倒すことはもはや難しくない。その後の報酬の分配の方がむしろ本当の戦いだ。だから俺とルテイズはパーティーメンバーを皆殺しにすることを考えていた。だがその計画はあくまでルテイズを騙して乗らせるための仮の計画だった。実際はルテイズ一人を殺し、その罪をエクラドに着せることで二人を蹴落とすつもりだった。いやー、アリバイトリックのためだけに魔王を倒すなんて前代未聞ですね。なんです。また催眠魔法。はっ。どうやら私は寝ていたようですね。列車の中というのは眠気を誘われるものです。しかし何やら大変興味深い夢を見たようです。夢というのは大抵常識では起こり得ないことが起こりますが、それでも合理的な思考を忘れなければ、夢の中でもロジックは通用するものです。皆様も夢を見た際には、ぜひお試しあれ。